はい、では早速始めていきたいと思うんですけども、今日は、このオレンジ色の黄色い実がなっている金図という、盆栽を、使って、取り木という、技術を皆さんに知ってもらおうかと思っています。はい、それで取り木というのはですね、幹の途中から発根させて、それを切断して、する作業なんですけども、メリットはですね、ちょっと木が少しずつ大きくなってきたと。で商品盆栽にしたいと。商品盆栽っていうのは樹高が20センチの盆栽ですから小さくしたいという時に、本日するんですけども、幹を切って皮を剥いて発根させて、樹高を小さくするというのが一つと、あとはですね、もう樹高のこともありますけども、例えば、盆栽の今日これやるんですけどね、下がこう間延びしちゃってて、単調な感じになってますね。で上はですね、上の部分はすごくこう躍動感がある振りがありまして、ここで取って、小さな盆栽を作る、なおかつかっこいい盆栽を作るという、2つのパターンです。それで、実は、すぐに根が出るんじゃなくて、やはり早くても3ヶ月4ヶ月、もしくは木の種類によったら1年間かかる場合もあるんですね。で、この金図という種類は割と根が出やすい種類です。はい、それで、彼女が今持ってる、ちょっと後ろの方は見えにくいんですけども、これが実はこの盆栽なんです。1年前にですね、何センチぐらい、40センチか40センチか50センチぐらいあった盆栽です。で、これが幹のこのアップですね。で実は、取り木というのは上側の部分の模様を重視するんですけども、この盆栽に関してはこの足元がですね、根元がすごく太くて迫力があります。はい、上側はこういうふうに林のようになって、はい、景色が出てますね。はい、で、次めくろうか。はい、でこれが取り木という作業で、幹を剥きましたね。はい、そこに、こういう園芸店で売ってるような黒ポットで、剥いた部分に、これをかぶせて中に、赤玉土を入れますね。そこに根を出させるわけですから、土がないと根が出ませんね。はい、でこのように、約1年、でこういうふうに、発根が確認できました。で、この根を確認した後に切断をします。はい、切断するとこういう形で、上の部分にも根が出てます。はい、で上の部分を鉢に入れたのがこの状態、現物ですね。先ほども言いましたけども、下のこの部分ね、切断したんですけども、この部分を使って盆栽をもう一度作り直すと。はい、それで、切断をしましたから、やはりここに大きな傷ができてしまうんですね。はい、で、こういう、カルスメイトという、空気に触れない、もので保護して、でこの金図という植物はすごく傷巻きがいいんですよ。もうここに見えにくいですけど、これをずっと伸ばすことによって傷がこうぐーっと巻いてきてるんですね。はい、で、これはこれでもう一度これを芯にして、この傷を任せながら、これぐらいの小さな盆栽を作っていこうと思ってます。今度この上の部分ですね、
先ほど上の根が発根が確認して切断した上の部分少し大きいですよね。はい、でこれをですね、少し切り込むことによって、商品盆栽を作っていきます。こういう、金図の木なんですけども、やはり、この中で一番太い、部分を、主幹にして、その周りの細い部分を、添えて、ちょっとずつ小さくしていきますね。でこの木はですね、暖かくなってから芽が出てくる木なんですね。でこれから芽が吹いてくるので、芽吹き前にしっかりと、切り込みを行ってます。今日見ていただいて、取り木自体の作業自体はそんなに難しくないんですね。ただ、どの素材を取り木をするかっていう皆さんの目的というか、取り木しちゃって、木が悪くなってるっていうことのないように素材選びが一番難しいですね。中にはね、取り木が根が出にくい種類もありますね。牢屋垣とか、あと松柏でも黒松とか、五葉松とかその辺もちょっと出にくいかもしれませんね。根は出ないことないんですけども、出にくいですね。それと、まずその取り木をする時にやっぱり木をですね、元気な木を取り木するようにしてくださいね。やはり、元気な木の方が根が出やすいですし、取る時にも、簡単に取れるので、まず盆栽を取り木をする時に木に勢いをつけておいてくださいね。はい、大体ね、うまくこうできることってほとんど出にくいんですよね。綺麗に出るっていうのはもちろん綺麗に出ることもあるんですけども、やはりその取り木を取る盆栽がすごくこう元気な状態ね、全体的にバランスが力が平均化してて元気な状態だと綺麗にやっぱり出ますね。でそれが、例えば下枝がちょっと弱ってたりとか、皆さんから見て右側が弱ってたり左側が弱ってたり、そういう状態だとそこって出にくいので、まずは、この一つの盆栽の力を平均化して、木の健康状態というかをいい状態にしといていただくのが一番いいですね。出やすいコツですね。はい。だいぶね切り込みはしたんですけども、まずなぜこの切り込みをしているかというのは、去年、これを外したわけなんですよね。でまだ根が少なかったわけなんです、外した時は。こう伸ばすことによって、少なかった根を鉢の中でいっぱいにしないと、やっぱりこういう作業をしても耐えれないんです。だから、今日まで、その状態を保って今日切り込んだわけなんですけども、もう少しずつ芽が吹いてる部分があるんですね。それを確認して切り込みました。はい、一応切り込みを簡単にしました。でこれを山崎さんの方に、剥がりをしといてもらいますね。はい。続きまして、実際に、取り木の作業に入っていくんですけども、はい、これを剥きます。今日作業ね。で剥き方を皆さんにしっかり、見ていただいて、剥いた後保護するとこまで見ていただきます。で今剥いて根が出ないですから、出たやつをその後木が変わりますけどカットして植え付けするとこまで生かしてみていただきます。私はこの木のですね、
この上の部分ですね。この上の部分ですね。はい、上の部分の動きが魅力的に感じまして、ここから、今日取り木をしようと思ってます。この部分ですね。今線を描きましたけども、ここから根を出させようと思ってます。まあこういう状態になるわけですね。はい。で、剥く時のポイントなんですけども、環状剥皮といいまして、この幹の形成層を削っていくんですね。で、あまりにこの幅が、例えば幅が短かったら植物っていうのはひっついてしまうんです。だいたいですね、2センチぐらい、もし2センチ以上ですね、これぐらい剥くことによってこことここを切断して、保護することによってここからこの上の部分から根が降りるんですね。でこう見にくいと思うんですけども、まあナイフでもいいんですけども、こういうふうに、見えるかな、ちょっと切ってみるか。はい、こういうふうに、今2センチほど描いたところの中側をこう剥いていくんですけども、この時に、この形成層が少しでも残っちゃうとひっついてしまいますので、しっかりと深くですね、まあこういう道具でもいいんですけど、こういうふうに、樹脂をね剥いていきますね。うっすらね見えにくいかもしれませんけど、色が違うんですよ。白いところが残ってるんですけど、これをそのままやっちゃうと根が出ないんですね。つながってますから。はい、これでもですね少し残ってますんで、きれいにですね、切断します。根が出る部分ですね、ここなんですけど、ここは特に慎重に、きれいにしておかないと根が出にくいので、まあ、根が出やすいようにしっかりと切り込んでおきますね。少しでもね、ほんとね、少しでも残ってたらね、出ないことがあるので、ここは慎重に、確認して、してください。はい、だいたいいけたかな。はい、ここで、次に、発根促進剤、まあ木の成長、挿し木とかするときに、切り口に根を出させるようなものがあるんですけども、ルートンっていうものなんですけども、これを、少しこの根の部分にですね、つけると根が出やすいです。ただこの金図なんかはこの薬品を使わなくても出ますので、一応まあ形だけね、こういうね取り木する時こういう白い粉なんですけど、はい、これをそのままつけてもいいんですけど、少しねつけすぎたら今度根が出にくいので、少しこう水に濡らして薄めて手でこういう感じでいいですから、こういう風に塗り込んでくださいね。はい、これは、先ほども言いましたけどポットでこういう風にしました。で、どうせなんでちょっと違うやり方もしてみましょうか。はい、これはこう上の部分でねなったんですけども、こういう網があるんですね。はい、これをですね、切ってですね、こういうふうに保護します。
でこの時に、しっかりこう土がここの中に入るような高さ、例えばこう見えてしまうと根が出ませんので、根が出るところを確実にこう土が入るようにします。でこれをですね、止めます。はい、このように、土が入る状態をします。でこれが動かないように、こういう形で、差し込んどけば網が動かないように、3箇所ぐらいですね。ここに、土を入れていきますね。で、赤玉土が、いいと思うんですけども、今日は、2種類粒がありますね。水がよく通るのは粒が粗い方が水がさっと抜けますね。で、細かい方は小さいですから、粒が小さいですから水持ちがいいわけなんですけども、この取り木した時っていうのは、この中っていうのは乾燥を絶対しないように常に水分を持った状態にしないといけないんですね。下の部分っていうのは、少し、粗いのを入れますね。それは、下は根が出るところではないので、土台みたいな形になっていくんですけども、はい。で、次に、細かいの、水がこう水持ちのいい方ですね。それで、上からそれを細かいのを入れていきますね。はい、これで、そうですね、早ければもう秋にも外せます。そうですね、8月ぐらいでも管理が良ければもう8月にも外せますね。でちょっと葉が多いんですね。で、少し葉を減らしときます。バケツにドボンとつけてもいいんですけどね。はい、今はないので。はい、で、これで先ほどまで普通に幹が削られてない状態だったのに、私が削りましたから、根が出るようにやはりバランスを壊してしまうんですね。で、葉っぱがついた状態、こんなにたくさんついた状態だとちょっと重たい感じが木に負担をかけますので、少し減らすことによって、バランスを整えます。それで木は違いますけども、1年、今がこう3ヶ月4ヶ月経って根が出たとしましょう。はい、これがですね、現物がありますけども、もちろん60センチぐらいある木ですね。それを小さくするわけなんですけども、同じものですね。この時にはこういう今ね下から出ちゃったんですよ。で同じようにこういうふうに先ほどやった作業をしました。それで、見えますかね、上側にもう根がちょろっと出てるの見えます？でちょっと覗いてみたんですよ。そしたら根がいっぱいあったんで、ただ皆さんに見てもらおうと思ってガムテープでちょっと隠してきましたので、はい、土をこぼしますのでちょっと移動させていただくんですけども、まず、根を確認しましょうか。見えますか？で、こういう状態ですね。もう取っていきますね。ここすごいですね。こういう状態ですね。はい。でこれを少しずつ落としていきますね。
土を。で、木の種類によってなんですけども、この金図という種類は、根がね下にドーンと当たって、下の方にドーンと当たって、そこでぐるぐる巻くタイプの動き方をするんですね。このように根がしっかりと確認できました。なので今日取引したこういう状態も、この木もですね、ポットと網とどちらのやり方でもいいんですけども、ポットだと隠れてて根が出てるっていうのが分かりづらいんですよね。でそれが網だと根がこう結構見えてくるんですね。でたくさん出てきたら外すという、そういうやり方です。はい、で、ここでこれをそのまま入れるんじゃなくて、少し根を切っておきますね。で、これを今から切断するんですけども、これ邪魔だな。この下は何で残してるかというと、後で下の部分でまた作ろうとしてるから残してるんですけど、少し見えにくいのでも切っときますね。Usually he left the down shoot from the original roots because he keep intact. 切ろうか。はい、それで、今から切断するんですけど、はい。で、今はノコギリを使ってますけど、こういうまた枝のこういうので切っても大丈夫ですから。Also, if you separate the upper part and original roots, also you can use the 大丈夫？大丈夫かな。これで一応根が幹ね、こういう状態で分かれました。はい。でこの時に、今から植えていくんですけども、この今根が出てる状態のところなんですけども、ここもきれいに今からまた根が出てきますので、ここをきれいに切り口をしといてあげます。今はこの少しの根しかないですけども、今後今私が、切ってるところから根が出てきますので、しっかりと、きれいにねしといてください。で少し根が、少ないようだったらですね、先ほどのこういうルトンなんかも、こういうところにつけとけば発根も、促進できると思います。で、これをですね、いきなり、化粧鉢に入れるよりもこういう、培養鉢、素焼き鉢に入れて、根を出させる、まずは取った後はね、その方がいいですね。でこれを動かないようにですね、固定をしておきますね。今これ枝にかけてるんですけどね、金図ってねトゲがねすごくあるんでね、作業するときはトゲを切っても大丈夫ですよ。はい、それで固定した後は同じように、細かい土で、入れていきますね。はい、で、しっかりと隙間に、細かい赤玉を入れていきます。はい、これでこの時に、根がですね、先ほど見ていただいた根なんですけども、土の上から出てるような根、そういうものはもう切りましょう。
でこれで一応取り木を外すという作業ですね。先ほどこれもそうなんですけども、根の量とこの葉の量のバランスが悪いですので、少ししか根が出てないのに、葉が多いんですね。こういう時は少し葉を減らします。少し枝もですね、伸ばしてましたので、根が出るように伸ばしてましたので切りますね。でこの木はこれから芽が吹いてきますので、先ほどの切り込みと同じように割と、切り込んでも大丈夫ですね。で先ほど取った部分の根の部分ですね。はい、この部分も、使いたいなと思ってます。要は先ほどの去年やったやつのこのタイプですね。はい。で結構硬いので、ノコギリで切った方が。結構ねこの金図っていうのはね硬いんですよ、木が。はい。こういう状態ですね。でこの足元の部分ね、金図っていうのはこの、根元がすごく伸びるんです。太るんですよ。はい。で、傷巻きがいい樹種ですので、こういう傷もこれぐらいの、直径 2.5 センチぐらいかな、3センチぐらいかな。はい、こういう傷だって巻いちゃうんですね。で今やってるのは少しノコギリで切ったところに段ができたので、きれいに傷を巻かせたいので、面を取ってます。はい、傷が早く巻くようにね、きれいに切り口をしておきますね。はい。で、先ほども言いましたが、こういう、このままで、ほっとくと空気に触れてここから焼け込みがしてしまうんですね。で、こういう、取れにくい保護をするものがあるんですけども、これを塗って、しっかりと保護しておきます。Advisable to seal the cut surface using the cut past, cut paste or similar products to completely cover the cut surface. Otherwise, この目今2つ出てますけども、一から作っていくんですけどね。ここで正面にして、作っていくんですけども、もうここが間延びしちゃってるんですね。葉と葉の間がここが石棺が長くなっちゃうんで、ここを切ります。で次にこの葉の部分から芽が出てきますので、この部分の柔らかい時に曲付けをして、芯を作っていきます。でこちらもですね、まっすぐ立って横の枝にしたいのにまっすぐ立ってます。でこれもここから、芽が出てきますので、これを横の枝にしますね。で、同じ傷の大きさ、約同じ傷の大きさなんですけども、この傷を巻こうとするとだいたいここから1年がこれなんです。1年間ずっと伸ばしてましたこれ。で、1年間でだいたい5ミリぐらい全体的に傷が巻いてきましたね。でこれが芯で、今もうこの辺は曲がらないので、柔らかい時にしっかりとこの根元を曲げときます。
巻きやすい、傷が巻きやすいって言ってもやっぱり時間はかかりますけど、金図の場合は綺麗に巻きますからね。Oil the wire around the main shoot. まあ今型を作ってるんですね。将来の一番大切な芯となる部分と、あと一の枝となる部分の型を作ってま Now す。 he made a new shoot and the first branches. しっかりとね For designing a future 曲を入れておきます。 shape. ね、これぐらいギュッとこう曲を入れとくと、将来こう重心の低い木、安定した木になっていきますね。でこれも金図ってこう上に伸びる傾向があるので下げておきますね。この枝となるのは Tends to grow up and up. So here put wire to make the branches down. はい。一応こういう状態で、今後この芯を伸ばすというのはこの傷を任せるというのが一つと、芯を太らすということの目的で伸ばします。 After this, はい。で、この木もこのように、伸びて、芽が出てきたらしっかりと曲付けして、なおかつ傷を任せるために伸ばしますね。はい。of course, this はい。で、先ほど取った上の部分ですね。要は、これはいいか。いいや。この上の部分ですね。はい。こういう状態で葉を減らして、はい。で根の量とだいたい葉の量とバランスよくしていただきましたね。 of the roots. はい。で、まずね、ちょっと商品盆栽としては大きいんですけども、これは、まず根を新しくこう切断したばかりなので根を出させることを優先します。取り木した後っていうのはね。でしっかり根が出て上も茂ってきましたら、今度、少し頭が単調なので So he will try この部分から切ってちょっとこの another 芯を立て替えて小さくしていき put ます。 another layer on that point. ですので、まあ下も切断して上もきつい作業をするとやはり生き物ですので、枯れてしまいますから、順番にまずは、これを根を成長させる。で根がしっかり出たら上を樹高が少し頭の部分が大きいわけですから、低くして商品盆栽として作っていきます。 Anyway, air layering is はい。そしたら、取り木が、一応完成ということで、最初に、見ていただいた林の部分ですね、葉刈りをしていただいて、こういうふうに、まあ、木を樹高も小さくなってなおかつこう広がり、の出た木になりましたね。これがどれだったっけ？これか。これですよね。これがペアだったんですね。ただ、たまたま2本になっただけで、常に2本にならないですから、上の部分ですね、まあ上の模様が良ければ上の部分を重要視してください。この下の部分っていうのはおまけですから。まあ今切り込んでいるのはですね、まあ葉刈りしてもらって枝が全部見えましたから、見えてなかった部分がまあ見えたので、 after she made all pruning, deep pruning work accomplished, you can see very easily the trunk movement and the inner side of the branches. で、できるだけこう枝と枝が重ならないようにね、
交差しないように、切ってるんですけども、She tried to try to cut the branches, not crossing each other. でどうしてもねこの木はね、枝が太る木なんですね。で、Come old trees, it will get sick, thicker. まあですから正面から見て枝ができるだけこうぐちゃぐちゃにこう重ならない、枝が全てこう後ろが透き通るようにというか、そういう状態にしますね。切り込みます。はい。実はこの木を見た時にこの上の部分を好きになったんじゃなくて、ここが好きになったんです。ここが、よくすごい迫力があると、力強いなと思って、で上が実はおまけなんですよ。まあ取り木というのは今日一応金図という種類をしたんですけども、いろんな種類ができます。で特に商品盆栽っていうのは樹高をやはり気にするというか、20センチ以下の、ミニ盆栽もそうですけども、樹高が大切なんですね。そしたら取り木をすることによってまず樹高を下げる。でなおかつ先ほど見どころの足元ね、根元、ここから一から作り直すということで、盆栽作りをするのが、商品盆栽の、一つの作り方でもあるわけですね。ですので皆さんもこれからこのそんなに難しい、作業ではないので、簡単な素材から取り木っていうのを一度やってみてください。で、商品盆栽の、展示されてる木とかですね、小さな盆栽でも取り木からいい木がいっぱい生まれてますから、取り木をすることによって、皆さんの盆栽の幅も広げていっていただきたいと思います。はい、長時間皆さんじゃあありがとうございました。For joining andはい。supporting the demonstration.